相変わらずのいつものオレンジ色で佇むディーズクラブだが、ドリテン編集部ではある異変が起きていた。苦節20年、ついに名刺の肩書きが代表取締役社長。いやー長かったな。人間頑張ればこうなるんだな。というわけで、未来の社長、今はまだドリフト天国編集長が最後の DIY に挑みます。お題は、ラッピングフィルムと、塗って剥がせるラバースプレー、豪華2本立て。川崎 DIY 最終回はお手軽ドレスアップ術に挑戦。レースカーやショーカーなどジャンルを問わず流行っているラッピング。プロならではの技だと思っていたものが、どうやら最近はお手軽になったらしい。そんなわけで編集長 DIY 最後のお仕事は、好きな時に戻せる方法を使った、イメージチェンジの2種類をやってみたいと思います。そして今回最後のお仕事にふさわしい秘密兵器を手に入れました。これです。ウェアラブルカメラの代名詞とも言われる GoPro さんですね。手元を映すために着用してますので、細かな動きもですねよくチェックできると思います。今回の実験体はドリテンデモカーのシルビア。バンパーの半分ずつでラッピングとラバースプレーを塗り分ける。まずはラッピングシートから挑戦。一昔前に比べ発色や色持ちが格段にアップしているシート。接着面にある無数の筋がエアが入りにくいエアフリー構造の秘密だ。ヘラは場所に応じて使い分け。カッターいらずの画期的発明ナイフレス。柔軟性のあるタコ糸であらゆる面ラインでカットできる。では早速作業開始。雑誌はねよくね洗剤で洗えばいいとか、ブレーキクリーナーでいいとか言うじゃないですか。シリコンオフが一番なんですよ。もうシリコンオフは雑誌のためにあるんですから。でこんなのホームセンターに売ってるんだから、何かと使うから必ず一缶買っといた方がいいよ。いっぱいあるとたくさん使えて嬉しいから。これじゃあもうこういう感じで使える。もうちまっちまブレーキクリーナーやってるよね。あれが脱脂不足に陥るんだわ。よくねきれいにね。シートを長持ちさせるためにも入り組んだところまでしっかり脱脂しよう。続いてカットしたいラインにナイフレスを仕込む。ビニールの中に糸が入ってるんだね。カッティングシートをこの上に貼って、この糸をピーってやった時に切れるんだよ、この糸で。ナイフレスの威力を試すために上下のツートンカラーに挑戦。シートを貼った後に端から引っ張るので若干余裕を持って仕込もう。下準備ができたらいよいよラッピングシートの貼り込み。カッティングシートなんか使ってる昭和の皆さん、霧吹きはないの？石鹸水を混ぜた霧吹きはって思ってるでしょ。そんなんいりません。ラッピングシートの場合はドライ張りです。ドライ張りね。ドライ張りとウェット張りの違いがあるからね。大胆にですね、こうして大丈夫です。大丈夫です。こういうのはほらもう消えたでしょ。ほらすごいんだよこれ。まずよく温める。そうすると伸びますからね。これね、引っ張ってそれが縮むようになるときに密着があるんですよ、この型に。ご家庭のドライヤーだとちょっと熱がね弱いかもしれないですね。そしてもう行くんですよ。さあお前もっとこっちだから、もっとこっちだから、そうもうそうこの毎度のノープランぶりが完成度を下げることに。あれ
おかしいな、簡単そうにやってたんだけどな。これさ、すっごいダメな時どうすればいいんだろう。これどうしようどうしよう。どこから手をつければいいのかも分からず、とりあえず端から張っていく。温めながら引っ張って張る感じなのだが、そこでスタッフが一常に一人が温めつつ細かく張っていく。ああ、そうやってた、そうやってた言。こうしてアシスタントを動員し、手元を温めつつ進める。予想通りエアが入りまくっているが、心配無用。すごいじゃない。そう、折れ目さえできなければ。すごいなびっくりしちゃうよね、なんでなんだろうか分かんないよね。なんで消えるんだろう。表面から抜けてんの？いいだね、ほらほらほらほエアが抜けるのはいいが、ちまちま指でやっていると全く進まない。スキージー使っていいんじゃない？ここで全然いいあ、全然いい、全然いい、ほら全然いい。開始30分ようやく道具の存在に気づきましたね、監督さん。全然いい。ここもそうしたら、あ、すげえ。あ、すごいすごい。取れてる取れてる。あ、助かった。あ、ここ張り直さなくてよかった。あ、助かった助かった。なんかこれ。スキージーの登場で作業効率も格段にアップ。順番にシートを伸ばしながら凹凸や曲面にもムラなく貼ってゆく。ここでこう一回押さえて、こういってここで一回押さえてみたいな感じなんだろうね、こういうのって。その伸縮を利用してここの型をちゃんと作っとかないと、ピンって張った状態でここで押さえちゃったから、これがもう浮くしかなくなっちゃったんだね。こういうのをこの辺から押してこの辺設置させて止めちゃえば、多分ここがもう戻っていったりしないんだよな。こっからこうやって押すと。奥まったダクト部分には切り込みを入れ押し込んでゆく。しかしこの時点で奥までシートが届くのか怪しい雰囲気。もう一つのダクトも同じように進めるが、寸足らずになりそうな予感。貼り終わったらナイフレスを剥がす。ほらほらこれ厳密に言うと、ほらここちょっと緑の分があるんだよね。ほらほらほら、いきますよ。そうするとこれがこう取れて、で緑の部分を脇から抜いて、こういうことじゃないですか。糸を引っ張るだけでボディに一切傷をつけず、ビシッとラインを出せる。業界の革命児と言われるだけあって、これ本当に便利だわ。ここもナイフレス使っとけばよかったよ、一周。なんなんだよ、くちゃくちゃだしここまで綺麗にやるのになんか便利なものは全部使っとけばよかったよ。細部の処理はさておき、エアが全く入らず、まるで塗装したかのようなツヤ。貼ること自体は驚くほど簡単になったが、取り回しやスタートラインを誤るとこうなる。本当にこういう道具があるからうまくいくんだけど、構想だよね。どういうふうにしようって、また案の定ね、この DIY ってどうせ今日だけだからっていう感じでやってるじゃないですか。それがこの失敗を生んだね、完全に今回は。だから皆さんはそういう失敗がないように、こういうところも余らないようにこっから攻めていくとか、こういうとこだってなんかやり方があるはずだよ、絶対。
続いてラバースプレーに挑戦。塗って剥がせるなんとも不思議な塗料のラバースプレー。新開発のノズルで細かなミストを実現。カラーは蛍光を含め全16色の豊富なラインナップ。試しにクリアを吹いて仕上がりの差を比べてみる。塗って剥がせるといっても余計なところにつくと後が面倒なのでマスキング。もちろん十分脱脂も行うこと。ゴム系塗料ですからよく混ぜ混ぜした方がいいですよね。圧を高めるというよりは混ぜた方がいいですよね。下に溜まってるってあるじゃないですか。こういう感じですね。とりあえず一般的な塗装の要領で捨て拭きしてうっすら色をのせる。ミストはゴム系塗料とは思えないほど細かい。軽く一拭きしましたが、この感じで言うととてもムラになりにくい気がします。薄く色がつきましたよね。スプレー缶塗装に関しては百戦錬磨の川崎。教科書通りに垂れないように少しずつ重ね塗りしていくが、何箇所かダマになってしまったところも。ここでメーカー担当者がラバースプレーならではの塗り方を伝授。結構いっちゃっていいです。これでも垂れてないので、なるほど。一番最初だけ捨て拭きをしてもらえれば、あとは結構どうにでもなるんです。ダマになったところも塗り重ねてなじませ、乾いたところでマスキングテープを剥がす。ここに大きな落とし穴が。剥がれないといいな。剥がれちゃうな。剥がれそうだな。ほらほら、こうなっちゃうの。こうなったら失敗ってことですよ。ほらもうほら効果が始まってるから。これは川崎さんやった価値ありましたね。恐れていたことも起きましたね。担当者もがっかりですよ。言わんこっちゃね。こうならないようにマスキングテープは表面がまだ湿っているうちに剥がしてしまおう。こうね、地面もほら、地面も粉。これはね、塗料じゃないっすね。ピンクの粉末みたいですね。ほうきで取れる感じ。ほら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 。こうして完成したのがこちら。ゴム系の塗料だけあって色味がマットなのは否めないが、お手軽さはピカイチ。重ね塗りでダマになったところある程度ごまかせるのも初心者には嬉しいところ。ちなみに上からクリアを拭くとこんな感じ。普通の塗装に引けを取らない仕上がりだ。2つの方法でバンパーを、塗り分けたじゃないな、バンパーをドレスアップしてみました。肩やラッピングシート、肩や塗って剥がせるスプレー、どっちもですねイメージチェンジにはもってこいのアイテムだと思うんですよ。どういう人にどっちが向いてるかっていうとですね、やってみた結果、このラッピングシートは耐久性も良く光沢もいいですが、1人ではできない。大きなものになるとですね、友達があと2人ぐらい必要ですよね。こっちは難しくない。色は半年ぐらい持つかな。1人で簡単にやるんだったらこっち。しかも、入り組んだところにもスプレーですから入っていきますよね。ぼっちの君にはこっち。友達がいっぱいいてラッピングシート代も出せるっていうセレブな君はこっち。あとね、頭がいい人はこっちだね。ほら見て足りてないから。これはどこから貼り始めてどの方向で伸ばしてどうくるむとうまくいくかっていう計算ができる人向きですよ。素材も良くなって誰にでもできると思いきや、ここがある。こっちは、どっちかというとバカが向いてます最大の売りは剥がせるってことなのでやってみよう。ほら、すげえすげえ。うわ、すごいすごい。ほら、もうね、担当者もにんまりほら、こんな風に剥げるんですよ。しかも
この地が何にもなってないでしょ。風船、ゴム風船にしてみますね。わかんない。ちょっとやってみて。やってみたかったんだよ。通気性とかどうなのかなと。ほら、すごいわ。粉末状に薄く残ったものはシリコンオフで簡単に取れちゃうぞ。これですっかり元通りになった。ゴム、完全にゴム。これが缶スプレーから出てきたっていうのがすごい。ラッピングシートも剥がしてみると、粘着力の弱さからは想像できないほどしっかりとくっついていた。素材も特徴もまるで違うが、どちらもドレスアップにはうってつけだ。そんなわけでもう来月はないんですよ。あまりにも人気好評の編集長 DIY シリーズも今月で終わり。来月号からは、日本の社長 DIY シリーズというのが始まりまして、めでたくですね、編集長からこの D's クラブの社長になってしまった川崎くんがまた同じノリでお届けすると思われます。皆さん安心して、次の機会をお待ちください。肩書きは変わってもガンガン体を張っていく川崎にご期待あれ。